私たちの脳はまるで GPS のように世界の地図を頭の中に描いている。そんな話を聞いたことがあるでしょうか。道に迷わず家に帰れたり、子供の頃に遊んだ公園の位置を覚えていたりするのは、脳内に認知地図があるおかげかもしれません。そして実は、この脳内地図の働きを簡単なテストで調べることで、あなたの記憶の弱点が浮き彫りになる可能性があります。そのテストこそ、4つの山テストです。4つの山の風景写真を見比べるだけで、海馬と呼ばれる脳の記憶中枢がどれほど健康に働いているかがわかり、空間記憶の得意、不得意、さらにはアルツハイマー病などによる記憶障害の兆候まで明らかになるというのです。今回の動画では、ノーベル賞受賞者であるジョン・オキーフ博士の講演 How Your Brain Maps the World あなたの脳が世界を地図化する仕組みをもとに、この脳内 GPS の秘密に迫ります。人間や動物がどのように環境の地図を頭に描き、道順を記憶し、ナビゲーションしているのか、そして4つの山テストがなぜ記憶の弱点を暴き出すのか、そのメカニズムを解説していきます。脳科学の最前線で明らかになった驚きの事実と、私たちの生活への応用まで、ぜひ最後までご覧ください。では早速、脳が作り出す地図の世界に入りましょう。ある場所から目的地までたどり着くとき、私たちの脳はどのようにナビゲーションしているのでしょうか。例えば見知らぬ街で道を尋ねられたとしましょう。あなたならどう案内しますか。目的地までのルートを順番に教えるか、それとも街全体の地図を書いて示すか。実生活では状況に応じて両方を使い分けていますが、脳内でも同じようなことが起きているのではないかと昔から議論されてきました。心理学者たちは20世紀初頭からネズミを迷路に入れてゴールを探させる実験でこの謎に挑んできました。アメリカの東海岸の研究者たちは、ネズミは一連の刺激と反応の連鎖、つまり曲がり角ごとに覚えた順序で曲がるルート戦略で迷路を解いていると考えました。一方、西海岸の心理学者エドワード・トルマンは違う説を唱えます。彼はネズミが頭の中に地図のような認知的表彰を作っていると考えたのです。トルマンは1948年の有名な論文で次のように述べています。In which he said, we believe that in the course of learning, something like a field map of the environment gets established in the rat's brain. Incoming impulses are usually worked over into a tentative, cognitive-like map of the environment. And it is this map, this tentative map, indicating routes and paths and environmental relationships, which finally determines what response, if any, the animal will finally release. トルマンの主張は簡単に言えば、ネズミは頭の中に地図を持っているということです。実験でも単に最初の角を左、次を右という手順を覚えただけでは説明できない柔軟な問題解決がネズミに見られました。例えば、迷路のスタート位置やゴールの場所を変えても、ネズミは最短経路を新たに見つけ出すことができます。これは頭の中に地図がなければ難しい芸当です。一方で、哲学者たちも空間の捉え方について激しく意見を戦わせてきました。18世紀の哲学者イマヌエル・カントは人間は生まれつき空間の概念を持っていると考えました。カントによれば人間は感覚を整理するための枠組みとして3次元空間の感覚を先天的に備えており、それによって経験を秩序立てるというのです。彼の言葉を借りると、3次元ユークリッド空間は心が経験に対して課す形式に他ならないということになります。この考えでは赤ん坊は世界に生まれ落ちた瞬間から空間という舞台装置を頭の中に持っていて、その上に感覚情報を配置していくのです。しかし、フランスの数学者アンリ・ポアンカレはカントとは反対の立場を取りました。ポアンカレは空間とは身体に結びついた座標の寄せ集めだと考え、要するに私たちは経験によって空間の概念を学ぶのだと主張しました。例えばある物体の位置を知るとは、それに到達するまでに自分がしなければならない動きの系列を頭に描くことに他ならないと述べています。生徳的な絶対空間なんてものは存在せず、すべては相対的だという見解です。地図派のカントとルート派のポアンカレ、果たして脳内ナビゲーションの真実はどちらに軍配が上がるのでしょうか。オキーフ博士は両方正しいところがあると言います。地図も使うしルートも使う。それが実態だろうというのです。この折衷的な見方を鋭く指摘したのが
英国の哲学者、スティーブン・トゥールミンでした。トゥールミンは地図と思考経路、ルートの違いを次のように整理しています。And from one map, an indefinite number of routes may be read off as occasion requires. トゥールミンによれば、地図はそれ自体がルート中立です。地図さえあれば、出発点や目的地がどこであれ、自由にルートを引けます。一方、ルート指示、いわゆる行程表や道順のことは、出発点とゴールが特定されて初めて意味を持つ。個別具体的な案内です。要するに地図とルートは表裏一体。地図を持っていればこそ臨機応変にルートを生み出せるし、私たちは地図の情報から必要なルートを都度読み取っているわけです。では、脳内ではこの地図とルートの両方をどのように実現しているのでしょうか。ここからは神経科学の観点から脳内 GPS の正体に迫っていきます。地図を読む能力を担っている脳の部位はどこでしょうか。結論から言えば、それは海馬と呼ばれる部分です。海馬とは大脳の奥深く、側頭葉の内側に位置する長細い構造で、その名の通り、タツノオトシゴ、英語でヒポカムパスのような形をしています。実は古くから、海馬は記憶に重要だと考えられてきました。しかし、地図を描く器官として脚光を浴びるのは、比較的最近になってからです。オキーフ博士たちはまず、人間の海馬が空間ナビゲーション中に活動することを示しました。1990年代半ば、博士は同僚たちとロンドン大学でバーチャルリアリティ空間を使った実験を行います。当時は 3D ゲームが登場し始めた時代で、その技術を応用して仮想の街を作り出しました。被験者の学生たちはコンピューター上の街を歩き回り、1時間ほどかけて映画館やパブ、プールなどの位置関係を覚えます。そして脳のペットスキャンを受けながら、今自分が立っている場所から指定された目的地まで一番近道になる道筋を頭に思い浮かべて進むという課題に挑戦しました。結果は非常に興味深いものでした。脳のごく限られた領域だけがこの課題で強く活動し、その一つが左右の海馬だったのです。ルートが地面に矢印表示されているような単純追従課題や、順番に道順をたどるだけの課題では見られなかった海馬の活動が、地図を思い浮かべて自発的に経路を決めるときには顕著になりました。さらに、ナビゲーションの上手、下手によって海馬活動量に違いも見られました。目的地に一直線で迎えた優秀なナビゲーターは海馬の活動が高く、遠回りしたり迷ったりした人では低かったのです。つまり、海馬は頭の中の地図、認知地図を使って空間をナビゲートするときにフル稼働するらしいと分かったのです。この発見を聞くと、海馬をたくさん使う人は脳が鍛えられて海馬が大きくなるのではという疑問が浮かぶかもしれません。まさにその通りで、オキーフ博士のチームはロンドン名物のタクシー運転手たちの脳を調べることでそれを証明しました。ロンドンの黒いタクシーの運転手になるにはザ・ナレッジと呼ばれる厳しい試験に合格しなければなりません。試験では市内25000もの道路名とあらゆる地点間の最短経路を頭に叩き込んでいるかが問われます。知識と経験を積んだタクシー運転手はまさに歩くカーナビのような存在です。海馬の MRI 画像を一般人とタクシー運転手で比べたところ、驚くべきことにタクシー運転手は海馬の後部が平均より大きく発達していることが分かりました。一方で脳の容量には限りがあります。同じタクシー運転手では海馬の全部が逆に小さく萎縮していることも判明しました。この後ろが大きく前が小さい傾向は運転手としての経験年数が長いほど顕著でした。さらに興味深いのは引退してしばらく経つとこの差が少しずつ縮まっていったことです。まるで筋肉のように使えば太くなり使わなければ細くなる脳もそんな可塑性を持っているのです。博士はこの結果を端的に脳にただ飯はない、何かを得れば何かを失うと表現しました。さらに脳の可塑性について次のように述べています。So it certainly is a question of use it or lose it, and we now know that many parts of the brain are like the hippocampus. They're like muscles. The more you use them, they grow. We don't know. この言葉は私たち一般人にも示唆的です。地図を思い描く訓練を積んだタクシー運転手の脳は鍛えられて変化しました。ということは私たちも意識的にナビゲーションや空間記憶を鍛えれば海馬を強化できる可能性があります。実際古くから場所法と呼ばれる記憶術では自分の頭の中に空間地図を描き情報を配置することで驚異的な記憶力を発揮します。この方法が有効なのも
海馬が本来持つ空間記憶力をフル活用するからだと考えられています。日常生活でも、例えばスーパーで買い物リストを思い出すときに、家の中の部屋を順番に思い浮かべて、必要なものを置いていくといった空間を使った記憶術は有効です。脳の GPS を鍛えることは、記憶全般の底上げにつながるかもしれません。海馬がナビゲーションで重要だと分かったところで、次の疑問が浮かびます。海馬は具体的にどうやって脳内地図を作っているのか。その鍵を握るのが、オキーフ博士自身が発見した場所細胞という神経細胞です。博士は1971年、ラットの海馬に電極を挿入し、個々のニューロンの活動を記録する実験を行いました。すると驚くべきことに、ラットが特定の場所にいる時だけ活動するニューロンが見つかったのです。この細胞がまさに場所細胞です。場所細胞は、それぞれの細胞が担当する場所を持っています。例えば、ある場所細胞 A は、ラットが部屋の東側に来た時にだけ発火し、細胞 B は南西の隅にいる時にだけ発火する、といった具合です。場所細胞の存在によって、海馬が自分が今どこにいるかをコード化していることが明らかになりました。オキーフ博士は次のように説明しています。The most important thing about these cells is that they respond when the animal goes to a particular location. 部屋の中に目印が置いてあるわけでもありません。場所細胞は視覚や匂いといった単一の感覚刺激には反応せず、動物がいる場所そのものに反応します。このことは非常に興味深い意味を持っています。すなわち、空間という概念自体が脳によって作り上げられたものだということです。オキーフ博士はカントの思想に触れつつ、次のように述べました。The idea of space is something that's constructed by the brain very much in the way that Kant thought it was. カントの主張通り、人は生まれ持った空間認識の枠組みを使って感覚情報を整理し、こことあそこの違いや距離、方向といった空間情報を頭の中で組み立てています。海馬の場所細胞はまさにその作業の最前線で現在地という情報を符号化しているのです。場所細胞たちのおかげで自分は地図上のどこにいるのかが脳内に表示されるわけですね。では、場所が分かったとして、その間の距離や方向はどのように表現されているのでしょうか。地図として空間を扱うには、現在地の点だけでなく、他の地点との位置関係も記憶しておく必要があります。オキーフ博士は脳内地図の構造をイメージするため、点と矢印で表した図を示しています。それぞれの点は場所細胞が表す地点で、点と点を結ぶ矢印が距離と方角を表す情報だと考えられます。これによって、たとえある道が通れなくなっても、別の矢印の組み合わせでゴールに到達できるという柔軟なナビゲーションが可能になるのです。実際、ラットは経路を自由に組み替える能力を持っています。オキーフ博士の同僚であるリチャード・モリスは、有名なモリス水迷路という実験装置を開発しました。これは直径1メートルほどの円形プールで、不透明な水に満たされています。プールの中には小さな足場が沈められており、ラットは水に入れられると必死に泳いで、この足場にたどり着こうとします。しかし足場は水面下に隠れて見えないため、ラットは自分の位置と足場の位置を空間的に記憶しておかなければなりません。普通のラットなら、プールの周囲に見える手がかりを利用して、何度かトライするうちに、足場のある場所を学習します。一度場所を覚えれば、どの位置からプールに入れられても、一直線に足場へ泳いでいけるようになります。ところが、海馬に損傷を受けたラットはこれがうまくできません。場当たり的にプールを泳ぎ回り、偶然足場に当たるまで時間がかかってしまいます。オキーフ博士は次のように述べています。And I wouldn't be telling you this if it didn't turn out that animals with damage in this part of the brain, as shown on the lower right-hand side, where you see several traces, had great difficulties doing this, what appears on the face of it to be a very simple task. このモリス水迷路の結果から、海馬が損なわれると、新しい場所の関係を学習できないことが明白になりました。脳内地図を作れないと、目の前に見えないゴールを目指して効率よく泳ぐことができないのです。逆に言えば、海馬が正常であれば、ラットは自分の現在位置と記憶したゴール位置との方角、距離を常に計算して泳げるということです。オキーフ博士らはこの水迷路をさらに発展させ、ラットにより複雑な迷路問題を解かせる試みも行っています。床に昇降可能な足場を格子状に37個配置し、都度いくつかの足場だけを上げて道を作る迷路を考案したのです。これによりラットは一歩ずつどちらの方向へ進むかを選択するよう求められます。
例えばゴールの方向にまっすぐ進める足場と遠回りになる足場の2つが目の前に現れた時、正常なラットは迷わずゴールに近づく方を選びます。多少角度がゴールからずれていても、どちらがマシかを計算して選択できるのです。これはつまり、ラットがゴールまでの方角と距離を頭の中で幾何学的に計算していることを示唆します。実際この迷路でも、海馬を壊したラットは正しい足場を選べず行き詰まってしまい、一方で正常なラットは軽快にゴールにたどり着きました。こうした行動実験の成果から、海馬内の場所細胞が現在地のマーカーとして機能し、さらに海馬やその周辺のネットワークが地図上の距離と方角をコードしていると考えられるようになりました。では、その距離や方角を担当する細胞は何なのでしょうか。近年の研究で、海馬周辺の領域から次々にユニークな細胞が発見されています。代表的なものをいくつか紹介しましょう。海馬の近くには内球皮質と呼ばれる領域があり、ここは海馬に空間情報を送り込む中継ステーションのような役割を果たしています。内球皮質や海馬周辺から発見された細胞には、例えば芳香細胞があります。この細胞は動物の頭の向きに反応します。面白いのは動物が部屋のどの場所にいるかは関係ないという点です。ただ向いている方角だけに選択的に反応し、例えば北東を向いている時だけ発火する細胞、真南を向いた時最大に活動する細胞といった具合です。オキーフ博士は芳香細胞について次のように説明しています。These are cells which don't care about where the animal actually is in the environment, but they care where the animal is facing. So they're doing a sophisticated computation, and they're creating the abstract notion of direction. いわば脳のコンパスとも言える細胞です。複数の芳香細胞があれば、互いに連携して、動物が今向いている方角を常に示してくれます。実験では、意図的に動物の方位感覚を混乱させる操作をしても、芳香細胞の反応は、全体としてズレが一定量だけ生じることが確かめられています。全方向の細胞が一斉に回転して新しい基準に揃うのです。まさに物理的なコンパスの針が北を指し示すように、脳内コンパスは統一された枠組みで方向を教えてくれるわけです。また、環境の境界に反応する境界細胞も見つかっています。例えば、東の壁から何センチメートル以内にいると発火する細胞、南の壁から遠く離れるほど強く反応する細胞、などです。このように壁や障害物と自分との距離を測る細胞があれば、たとえ暗闇でも手探りで部屋の大きさを把握することができます。場所細胞と組み合わせれば、部屋の端から2メートルのところにいる、など、環境内での自分のポジションを精密に計算できるでしょう。そして特に重要なのがグリッド細胞の発見です。これは2005年頃、ノルウェーのモーザー夫妻らによって内球皮質から初めて報告されました。グリッド細胞は非常にユニークな反応パターンを示します。一つの細胞が複数の場所で発火するのです。部屋の中でその細胞がよく活動する場所を記録すると、まるで三角格子の交点のような規則的間隔の点々になります。博士はグリッド細胞について次のように述べています。And what they found is these cells, which they call grid cells, these cells have not just one preferred location in the environment, but multiple preferred locations. グリッド細胞が発火する地点同士の間隔は、一つの細胞について見ると全て等しく、綺麗な三角格子状のパターンを描きます。ある細胞は、60センチおきに発火するなど、まるで床に敷いたタイルの目印のように空間にメモリを刻んでいるのです。別の細胞では別の間隔で格子が形成されており、その間隔は内球皮質内の場所によって段階的に大きくなっていくことも分かっています。では、このグリッドは何の役に立つのでしょうか。グリッド細胞のパターンは、動物が移動した距離を測る定規として機能すると考えられています。オキーフ博士は、画家、ロイ・リキテンスタインの作品になぞらえて説明しました。リキテンスタインの絵画には、キャンバス全体に等間隔のベンデードットが重ねられています。そのドットがまるで XY 座標軸のメモリのように機能し、絵の中の位置関係を測定できるイメージです。グリッド細胞も同様に、部屋の中に見えない格子状の座標を敷き、動物がある方向にどれだけ進んだかを数える助けになっていると考えられます。例えばグリッドの区画が1メートル間隔なら、3つ分通過すれば、およそ3メートル進んだな、と脳が判断できるわけです。まさに脳内の距離計と言えるでしょう。これら場所細胞、方向細胞、境界細胞、グリッド細胞などのネットワークが協調することで、
脳はまるで地図のように外界を表現していると考えられます。場所細胞が現在地という点を示し、方向細胞がどちらを向いているかという方位自身となり、グリッド細胞と境界細胞が移動距離や壁までのメジャーとなる。こうした情報を組み合わせれば、北に5メートル進めばドアにぶつかるといった空間の予測も可能になります。とはいえ、脳内地図の全容はまだ完全には解明されていません。最近の研究では、グリッド細胞の格子パターンが環境の形状によって微妙に歪むことも報告されています。実験では正方形の箱と台形の箱でグリッド細胞を記録し比較しました。その結果、対称性の低い台形の箱では、格子が一部崩れて伸び縮みするような変化が見られたのです。どうやら脳の地図は完全な幾何学の理想図形というより、生きた動物の経験に合わせて柔軟に調整されるもののようです。環境の構造や手がかりによって、地図はダイナミックに書き換わるのでしょう。ここまで私たちの脳内 GPS の仕組みを見てきました。では、その働きが本当にうまくいっているか、短時間で確かめられるテストがあるとしたら、それが4つの山テスト。超感図的な空間記憶、つまり頭の中に地形の地図を作り、視点を自由に回転できるかを測ります。まず、この風景を数秒だけ見て、山の相対的な配置を覚えてください。覚えられましたか？それでは、これから4つの候補をお見せします。最初の写真と同じ山を別の角度から写したものはどれでしょう？直感に頼らず、頭の中で視点を回り込ませて考えてみてください。正解は、左上の A です。同じ4つの山をカメラが右方向へ回り込んだ視点です。いかがでしたでしょうか？少し難しかったですね。4つの山テストで必要なのは、頭の中で地形の 3D モデルを構築し、自分の視点を移動できる力です。オークフリー博士はこう述べています。And it's not an easy test to do. You really do have to do something like create a representation and then be able to rotate it or imagine yourself walking around. この能力の要が海馬です。博士の研究チームは4つの山テストが海馬の健全性に非常に敏感であることを示しました。健常な人は年齢にかかわらず、おおむね正解できますが、海馬に損傷があると正解率が著しく低下します。博士曰く、We know that it's very sensitive to hippocampal damage. Patients with frank hippocampal damage are very, very bad at it, particularly when it's a memory test. さらに重要なのは、アルツハイマー病の早期兆候が空間記憶の低下として現れやすい点です。病理変化はまず、海馬から現れることが知られています。4つの山テストは短時間で実施でき、早期内容はほぼ純粋な空間情報、言語力や一般知識の影響が小さいため、初期の変化を捉える補助線になり得ます。研究チームは VR なども活用して、より洗練された認知地図テストを開発中です。目標は、発症の10年以上前にリスクを検出できること、博士はこう語ります。But that's not good enough. We really need to be able to identify patients at risk, people at risk 10 years early. We have to be able to start using them well before we get the clinical manifestations. 地図を思い描き、視点を回す力、それが海馬の要であり、4つの山テストはその力を短時間で可視化します。あなたの脳内 GPS はうまく働いていましたか？人間のテストだけでなく、動物実験からもアルツハイマー病と空間地図の関係に関するヒントが得られています。博士らは遺伝子改変によってアルツハイマー病の原因物質、アミロイド β やタウタンパク質などが脳に蓄積しやすくなったマウスを使い、場所細胞の反応が年齢とともにどう変化するかを調べました。その結果、若い頃には正常だった場所細胞の活動パターンが老齢になると乱れ始めることが観察されました。通常なら部屋の特定の場所でだけ鮮明に反応していた細胞が複数の場所で不明瞭に活動したり、反応範囲が広がってしまったりしたのです。これはちょうど人が高齢になって記憶があやふやになったり、場所の見当がつかなくなったりする様子に重なります。マウスの脳内地図が崩れていくのを見ることで、アルツハイマー病で何が失われていくのかを細胞レベルで理解しようとしているのです。このように、場所細胞の発見から始まった認知地図の研究は、記憶障害の解明や早期発見へとつながり始めています。脳内 GPS という一見地味な機能の研究が
実は認知症という大きな課題にアプローチする武器になりつつあるのです。The hippocampal formation, we believe, provides something like a cognitive map, which can be used to identify the animal, the person's current location, and to navigate from one place to another using any available route. And it's a very flexible system, and that's part of the heart of it. 脳の海馬が作り出す認知地図によって、私たちは自由自在に空間を行き来できます。地図という抽象的な情報から、その時々に最適なルートを引き出せる柔軟性こそが、このシステムの強みです。私たちが日常生活で無意識に行っている、道に迷わず目的地に着く、という行為の背後では、海馬がせっせと地図を参照し、ナビゲーションしてくれているのです。しかし一方で、その地図が傷ついたり消えかかったりすると、大きな不便や危険が生じます。道に迷いやすくなったり、今いる場所の見当がつかなくなったりするだけでなく、物事の文脈を記憶する力も低下してしまいます。海馬の認知地図は、空間情報だけでなく、経験の舞台設定そのものを記録する役割も果たしているからです。例えば、昨日どこで何を食べたかを思い出すとき、頭の中にはそのレストランの座席や照明の感じ、テーブルの配置といった情景が浮かぶでしょう。そうしたエピソード記憶にも、海馬が深く関与していることが知られています。これから高齢化が進む社会において、海馬の健康を維持し、認知地図を守ることは、ますます重要になるでしょう。幸い、脳は使うことで鍛えられるという希望も見えてきました。ナビゲーションゲームや地図を見ない散歩、あるいは記憶術トレーニングなど、海馬を積極的に使う活動は脳内 GPS を強化してくれるかもしれません。実際、方向音痴だった人が、運転手の仕事に就いたら地理感覚が磨かれたという話も珍しくありません。日常生活でもちょっと意識して空間記憶を働かせる場面を増やしてみると脳の地図機能の衰えを防ぐ一助になるでしょう。最後に4つの山テストの結果がどうであれ今日学んだ脳の仕組みを知っていれば大丈夫。もし苦手だと感じても海馬を鍛えるトレーニングの余地があると分かったということです。脳の GPS を鍛え認知地図をしっかり保っておくことは記憶力全般の底上げにもつながります。そして将来、アルツハイマー病など記憶を脅かす病気の予防や早期発見にも大いに役立つでしょう。あなたの脳内には今日も見えない地図が広がっています。その地図を上手に活用し、時にはアップデートしながら、これからも新しい場所へどんどん出かけてみてください。脳内 GPS を味方につけて、記憶という名の宝物を迷子にしないようにしていきましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。